YouTube、こんにちは、ヒコザイモンです。今日はですね、ラドリーという YouTuber に対しての動画レスポンスで、彼の YouTube チャレンジという動画のアンケートに対してちょっと答えたいと思いますんで、ちょっとこれから5つの質問に対して1個ずつ回答します。はい、ではその1、YouTube でのブログを始めたきっかけは何なのかと。これは面白いですね。最初 YouTube を見るようになったのは、日本じゃ見れないバイアコンという会社が創作しているザ・デイリーショーを見る癖になって、とても面白くて、ただ問題はアップロードしている人は基本的にバイアコンの著作権を違反してて、あまりにも繰り返して、バイアコンが YouTube 自体に対して裁判を訴えて、今でも裁判を訴えてるからもう見れなくなって、そういう好きな YouTube でいつも見てた番組が見れなくなったら、じゃあ他にみんな何見てるのかと思って、人気動画とかチェックしたら、人はブログ作ってるのを見て、で、何個か見たら、最初アメリカだけのブログ見て、これは面白いですねって、同じぐらいのタイミングで、この今使ってるウェブキャメラを買って、で、この動画をきれいに映すのかって、どうできるのかって、もうそういう観点で遊びで、ちょっとブログ自分でちょっと作り始めて、で、作って、どんどんそれで登録者が入ってきたら、もうそれもやる気になって、そしてそれでもうこの素晴らしい、本当 YouTube の中でも特別だと思う、日本コミュニティに参加するようになって、で、どんどんそういう風にちょっとハマっちゃって、もう今まで1年間、もうだいたい1週間、2週間に1回ぐらい、こういう動画を作るようになりました。質問その2、これはあなたのチャンネルはどういうチャンネルなのか、YouTuber、グルとかディレクターとかどういう種類なのか。で、私は指摘された達人、英語で言うとグルなんだけど、そういう分類を選んだって、なぜそれ選んだなのかというと、やっぱりミュージシャンでもないし、コメディアンでもないし、ディレクターまでもう本格的に動画作ってないつもりだった最初から。そしてなんとなくチャンネルのテーマをこういう日本語で喋って英語のキャプションをつけることで、そういう勉強したい人でも少し役立てるし、日本の外にいる人に情報を与えようと思って、そして正直言うと達人分類選んでる人は少ないきっかけで、ランキングとかが正直入りやすくなるところもあったんで、ちょっとそういうところを意識して最初結構適当だったけど達人、そのグルーってオプションを選択しました。その3は自分の YouTube の動画に対してもうどういう他の YouTuber が影響を与えているのかという質問に対して、やっぱり一番最初のきっかけがもうこれを見て自分でも真似できると思ったブロガーはSXE Philというアメリカにいる結構トップ10、YouTube 全体のトップ10ブロガーという人で、彼は簡単にもうニュース3点ちょっと自分の意見、バカな意見とかで言ってるんだけども、で、簡単そうにやってるから真似できると、ちょっと調子になって思っちゃって、やってみたらもう全然できなくて。でも、彼は一番最初は影響を与えて、そして作る前にもね、ミシクチューブとかクルクセイとか、ちょっと日本ブロギングでちょっと検索したところで出てきて、この人のビデオも見て、やっぱり、みんないろんな形でやってるね、と思って、自分でも、できるんじゃないかとちょっと思って始めて、初めてやりましたね。でですね、それから作ってる途中に Help Me Find Parents、ケン・タナカっていう YouTuber のハワイ旅行のシリーズで、彼はいろんなすごい感じよく、心よく旅行しながら知らない人とか面白い普通そうな人だけど一般の人を紹介して他の人動画に入れる。で、こういうパターンがすごい好きで、今でももしかしたら YouTube の中で最も好きだった動画で、もう自分でも真似しようと思って、その豊見マジックという動画からそういうパターンもちょっと真似するようになって、で、現在はですね、例えばテレビ番組っぽい、よくテレビ番組みたいな完成度の編集しようと思うと、もちろん東京区に人がいますし、ブログ作るときには、意識するのはやっぱりギミア・ブレイクマン、ブログのキングですね、日本の中で。で、11 Colors という YouTuber が、その編集の技とかすごい専門してて、自分でもね、そういうのたまに遊んでて、結構彼を意識してて、で、つい最近はもう作品的に動画を作ろうと、呼びかけてるクランバインっていう人にも、ちょっとこれからも真似しようと思って。で、日本人ブロガーで、
そうですね、ジェット大輔さん、いつもレビューとかしてて、そういう形の動画もちょっとやってみたいと思いますし、YouTube ライブで少し会うことができてすごい嬉しくて。で、あと、花吹雪さんっていう人も、すごい作品的ないい動画で、もうこういう動画もぜひ増えてほしいと思ってて、そこまでできるかはちょっとわからないですけど、でも本当に、影響を与えているのはこういう、動画でしょう。はい、4番目の質問は、本物の人生と YouTube の人生はどう違うなのか。でこれは面白い質問ですね。一番最初には、ちょっとポリシーいろいろ決めて、基本的に YouTube の中では話さないこと、制約をつけようと思って、基本的に話さないことは、自分の名前と自分の仕事とかってそういうことをちょっとプライバシー守ろうと思って、できる限りね。で、一応話題にもやっぱり論争的とか、喧嘩あまり打ちたくないなと思って、基本的に政治的な話とか、宗教的な話とか、性的な話とか、宗教、政治、性、歴史とかも一応ちょっと触れないように、してるんだけど、でも個人だったらこういう話題はすごい好きなので、そういうところは違うでしょうと。でも最近はもうどんどん YouTuber と会うようになったら、やっぱりね、YouTube の世界、そこのブログでの世界と本物の世界もやっぱりもう混ぜてるようになってきて、で特に日本において、もうさっきも言ってたんだけど、本当素晴らしいコミュニティが出来上がってるんで、それに参加するようにも本当に物理的にも参加してますし、そう YouTube 通じても参加してて、とても、人生が楽しくなってますね。いいコミュニティなんで、いいと思います。はい、そして最後はですね、5番目の質問。実に会ったことある YouTuber は誰がいますかと。で、これはぶっちゃけ YouTube ライブ出たことで結構ね、いっぱいもうそこだけで会った人がいるんだけど、でもさっき言ったようにそのコミュニティと本物の世界をオーバーラップしてることで結構外でも普通遊びでも会うようになって、もうね、マギボーンのエミリアン少しだけ会ったことありますし、もう人気あるアップルミルクとかゲミアブレイクマンとか東京国とか、会ってますし、このチャレンジさせたワドリーさんも実に会ったことあるし、もうアメリカにいるオボロギンさん、名古屋にいるダイチェンさん、ククセイ・クレトニアン、ティキョ・サム、エレブン・カラーズ、エリック・サフシックス、ギミア・ブレイクマン、パイナップル、ファットブルマン、東京ストームトゥーパー、アトミック・ボーイ・エクス、ゴースト・松原、もうジェット大輔さんもちょっと会ったし、オカピさんも会ったし、銀人猫さんも会いましたし、カルワさんと、さやこ伊藤さんとか、もう結構ね、今数多く YouTube 会ってて、で今会ってないけど会いたい人は、動画作ってる人で、そして日本に行きそうな人とかはやっぱり What's Baby さんとか、デイリー・イングリッシュショー、北海道にいるニュージーランド人の人とか、関西 PJ とか、ブサン・ケビン、ぜひ今度花見で会えるかなとかちょっと思って、で、ポイントです。チリにいるけど、本当チリに行ってみたいし、あとアメリカにいるクロンバインさんもぜひ会ってみたいと思いますし、で、そうですね。そういう人に会ってます。はい、ということは以上で、この動画ね、すごい意識的にと言わないように、最近もう結構指摘されて、この間の動画は結構早口で、ちょっと緊張しちゃって、相づちちょっと入れすぎて、この動画をちょっと頑張ってたんだけど、でもやっぱりどうしても出ます。はい。でも、そのライドリーさんのこのアンケートに対して、からの動画、これ、回答になってるんだけど、その、下にあるリンク見て、他の人も同じように回答してる人がいっぱいいて、結構面白いんで、もうおすすめします。で、これからもちょっと面白い動画とかも頑張りたいと思いますし、もうぜひ、これからもこういう動画好きだったらもうぜひ登録とかコメントを残してください。はい、以上です。はい、ピース。で、どんどんそれが登録者とか見る人、コメントしてくれる人がいて、励みになって、もう続けるようになって。